Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。とても心の中がそわそわざわざわしている本日です。自分の考えが行ったり来たりしているので、つかさず Pray and wait とまるで呪文のように言っています。祈って待つ、これがやっと身についたと思っておりましたが、問題が起こるとついついここに立ち返ることを忘れてしまいそうになります。祈って待つことは本当に訓練です。今まで散々私の考えで行動して遠回りしたりして祈って待つことが一番の近道であり、確実に主が働いてくださるってことを実際に経験しているはずなのに、今まで根にあるものはそうそう簡単にはなくならないものです。でも塗り替えていきましょう。再創造です。では本日は士式14。サムソンはティムナに下っていったとき、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は登っていって父と母に告げた。私はティムナで一人の女を見ました。ペリシテ人の娘で、今彼女を私の妻に迎えてください。父と母は言った。あなたの身内の娘たちの中に、また私の民全体の中に女が一人もいないとでも言うのか。無活例のペリシテ人から妻を迎えるとは、サムソンは父に言った。彼女を私の妻に迎えてください。彼女が気に入ったのです。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたのである。その頃、ペリシテ人がイスラエルを支配していた。サムソンは彼の父と母と共にティムナに下り、ティムナのブドウ畑にやってきた。すると見よ、一頭の若い獅子が吠えたきながら彼に向かってきた。この時、主の霊が激しく彼の上に下ったので、彼はまるで子ヤギを引き裂くように何も手に持たず獅子を引き裂いた。サムソンは自分がしたことを父にも母にも告げなかった。サムソンは下っていってその女と話をした。サムソンは彼女が気に入った。しばらく経ってからサムソンは彼女を妻にしようと戻っていった。あの獅子の死骸を見ようと脇道に入っていくと、なんと獅子の体にミツバチの群れがいて蜜があった。彼はそれを両手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の父母のところに行ってそれを彼らに与えたので、彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らには告げなかった。彼の父がその女のところに下ってきたとき、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが常だった。人々はサムソンを見て客を30人連れてきた。彼らはサムソンに付き添った。サムソンは彼らに言った。さあ、あなた方に一つの謎をかけよう。もしあなた方が7日の祝宴の間に、それを見事に私に解き明かし答えを見つけることができたなら、あなた方に雨布30着と晴れ着30着を差し上げよう。もしそれを解き明かすことができなければ、あなた方が私に雨布の衣服30着と晴れ着30着を差し出すことにしよう。彼らは言った。謎をかけなさい。我々は聞こう。そこでサムソンは彼らに言った。喰らうものから食べ物が出た。強いものから甘いものが出た。彼らは3日経ってもその謎を解き明かすことができなかった。7日目になって彼らはサムソンの妻に言った。お前の夫を口説いてあの謎を我々に明かしなさい。そうしないと火でお前とお前の父の家を焼き払ってしまうぞ。お前たちは我々から剥ぎ取ろうとして招待したのか。そうではないだろう。そこでサムソンの妻は夫に泣きすがって言った。あなたは私を嫌ってばかりいて、私を愛してくださいません。あなたは私の同族の人たちに謎をかけて、それは私に明かしてくださいません。サムソンは彼女に言った。見なさい。私は父にも母にもそれを解き明かしてはいないのだ。お前に解き明かさなければならないのか。彼女は祝宴が続いていた7日間、サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだので、サムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の同族の人たちに明かした。町の人々は7日目の日が沈む前にサムソンに言った。蜂蜜よりも甘いものは何か。お獅子よりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で耕さなかったなら、あなた方は私の謎を解けなかっただろうに。
その時、主の霊が激しくサムソンの上に下った。彼はアシュケロンに下っていって、そこの住民を30人撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って、謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、怒りに燃えて知事の家に帰った。サムソンの妻は彼に付き添った客の一人のものとなった。終わり。さていかがでしたか？サムソンはティムナに下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女性を見た。このように14章は始まりました。サムソンなかなかですね。しかし、ここにも主のご計画があったのですね。しかし、サムソンの父と母は、それが主のご計画だとは知らなかった。ここ、主のご計画だということを知ることは大変ですよね。まして自分の子供が主のご計画ゆえにしていることなど、どうやったらわかるのだろうと考えてしまいました。そして主の霊が激しくサムソンに下ったとは、なるほど、何でもできてしまいますね。そして謎解きの最後でも、主の霊が激しく下り、そこの住民を30人撃ち殺し、その晴れ着を彼らに与えたとは、サムソンは何の損もしていないが、しかし、人がその数だけ亡くなったということもすごいと思います。そして、サムソンの妻になった女が他のものとなったというのも、何とも言い難いことです。現代でもこんなことがどこかで繰り広げられているのかもしれませんね。では本日のピックアップは18節です。蜂蜜よりも甘いものは何か、おじしよりも強いものは何か。Today's pickup is verse 18. Out of the eater came something to eat, and out of the strong came something sweet. いかがでしたか？それでは強い心でいられますようお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.